はい、これから皆様に一人一人で実践できるようにと、ヴィパッサナ瞑想の仕方を詳しく説明していきます。ヴィパッサナ瞑想を実践する方々に我々はずっと言っていることが絶えず限りなく常に実況中継してくださいという言葉です。ですからヴィパッサナ瞑想イコール実況中継であると思ってください。まず次になぜ実況中継が瞑想でしょうかということについてほんの少々説明していきます。これを理解していただかないと瞑想は進めない可能性があります。私たちには目、耳、鼻、舌、体、それから心という6つの認識チャンネルがあります。仏教用語で眼二鼻舌身意というんですね。この眼二鼻舌身意で我々は色相好名色法というデータを感じているんです。目に入るのは色というんですね。色と形と理解してください。耳に入るのは空気の振動、音なんですね。で、鼻に入るのは、香りとか匂いですね。舌に触れるのは味ですね。体には硬さと熱を触れるんです。心にはもうその他全てのものは心に触れるんですね。というか心に触れるものはさまざまなものだから我々は法と言うんです。そこで問題は目に色と形しか触れないのに我々は頭の中で心の中でそれは画像化するんです。この私の頭の中で作る画像と他人の頭の中に作る画像がぴったし同じという保証はありません。どんな画像が他人が作るのかとわからないんですね。それから私の脳みそで作った画像を私は自分の感情を入れて解釈するんですね。説明するんです。理解するんです。それから一通作って記憶に起こるんです。ですから我々の記憶にあるのは決して現実ではないんです。自分の脳の中で仏教的に言えば心の中で作った幻覚なんですね。このプログラムに我々はネスソというふうに言うんですね。パーリ語でパパンチャという言葉を使っているんですね。それで耳に触れるのは空気の振動だけです。それで自識といって心でそれは確認するんです。それからその確認したことを理解できる音に頭の中で心の中で解説するんです。それから過去の感情やら好みやらいろんなものを混ぜてストーリーを作るんです。このストーリーを記憶として心に溜めておくんです。それは捏造なんです。それで舌に触れるのはただの苦み甘みなどなどの仏教的な7種類というんですけど、日本では6種類かな5種類かな味なんですね。それが我々は心の中でおいしいまずい気に入りなどなどの熱想してから理解するんです。でそういうふうに体に触れるのは硬さと熱だけ。しかし私たちはもう机を触ったりテーブルを触ったりするんですね。本を取ったりするんです。それはありえないんです。手で本は分からないんで、手が分かるのは硬さと熱だけなんです。そこで頭の中で熱想するんですね、本を。本は熱想ではないと思うかもしれませんだけど熱想です。なぜならば猫ちゃんにも本を触ることはできます。
しかし猫さんの脳みその中で本だっていう概念は生まれません。そういうわけだから五根から入る情報を我々は一通り救って熱想して記憶を通してこれが事実であると記憶にしておくんですね。ですから我々は自分が救った幻覚の世界で生きてるんですね。世界は知らないんですね。この熱想の仕組みを破ることがヴィパッサナー瞑想の目的の一つなんですね。ですから私はあなたのことを知ってますよと言ったっても私はあなたのことを知りません。私はあなたについて何を妄想しているのかと知ってますということなんですね。そうすると私はあなたのことを知ってますよとこれこれやと言ったっても相手が嫌な気持ちになったり違いますよと言ったりは思ったりはするんですね。だからこの世の中でなかなかコミュニケーションなんかは成り立ってはないんですね。それでなんで我々の心が汚れるのかというとそれはこの心の中にある熱想プログラムの結果なんです。空気の振動は心は汚せません。光と色は心は汚しません。そんな気持ちは全くないんです。咲く花には人の心を汚してしまいたいという気持ちは全くないんです。自分で汚すんです。自分が汚れるんです。それは熱想するからなんですね。だから花を見て欲で心汚すこともできるし怒りで心汚すこともできるし落ち込みで心汚すこともできるし何でもできるんです。何か味わって怒りで心汚すこともできるし欲で心汚すこともできるしだから心汚すのはこの熱想システムなんです。それで清らかな心を作りたいと思うならば我々はこの熱想する過程それを理解してストップする訓練しなくちゃいけないんですね。それ全てまとめて私は分かりやすくするためにヴィパッサナ瞑想する方々は一切思考をやめましょうと言うんですね。で思考やめた方が楽なんです。これ無理ですよ思考やめることは。それで思考というのは熱想したデータをさらにかけませて新しい概念新しい熱想概念作りまくることなんですね。例えば目から何か入った情報で欲がそぐったならばそれについて思考妄想してどんどん欲を増やしていくんですね。怒りが生まれたらどんどん心の中で怒りを拡大して膨張させて持っていくことはできます。自己破壊するまで。だから我々はなんか歩く原子炉壊れた原子炉みたいなもんでかなり危険なんですね心のシステムが。ですからこの修行のスタートは私はじゃあ思考を全てやめてみましょうと。と言っても思考をやめることは論理的に無理なんですね。なぜならば光の速度よりは17倍程度の速さでもっと速さで心が回転するんです。ですから思考するんですね。妄想するんです。だから提案するのは実況中継しましょうと。実況中継すると心が忙しくなるんです。他の思考妄想する暇がなくなるんですね。それで実況中継は日本文化から作った単語でパーリ語でお釈迦様おっしゃったことは今の瞬間に気づいていることなんですね。気づきですね。パーリ語でサティと言うんですね。
だから気づきといったらなんかどういうふうに気づくのかちょっと分からなくなりますから、より具体的に分かりやすく実況中継しましょうということにしているんですね。そこで思考をやめたらやばいと思う方々いるかもしれません。でも人々は思考する能力持ってないんですよ。ですからやばくないんです。人々の思考を見るとそれがやばいんですよ。なぜならば結局は妄想しているんだから。そこで正しい思考は瞑想をうまく上手にできた方々にだけ正しい思考できるんです。論理的に具体的に人の役に立つ、自分の幸福になる、人の幸福になる素晴らしい清らかな思考は瞑想のできた人に、瞑想の達人たちにできますので、思考は完全死んでしまうことではありませんので心配しないでください。とにかく我々の思考をまとめてちょっと否定的な言葉を使うんです。あえて妄想をやめましょうと。そのために妄想をやめるためにこれからいくつかの訓練を教えていきます。